これであなたも土佐弁マスター土佐弁クイズ初級編。さあ始まりました土佐弁クイズ、本日の司会進行を務めます高知市の国際交流をやってます中国出身のメンルームと申します。よろしくお願いします。シンガポール出身のエミです。本日もよろしくお願いします。私たち高知に住んでる外国人なんですけれども、はい、高知の人がしゃべる土佐弁って、教科書で学ぶ日本語と全く違いますね。ないんですね、はい、この動画の視聴者の皆さんと、はい、高知に住んでる外国人の皆さんがより、土佐弁のことを理解してもらうように、土佐弁クイズをやりたいと思います。やりたいと思います。はい、そして、本日のクイズを参加してくださる高知系の国際交流の皆さんです。じゃあ一人ずつ自己紹介をお願いします。はい、高知県庁のベトナム国際交流員のアンと申します。高知に住んで今2年目です。高知の芋けんぴが大好きです。よろしくお願いいたします。インドネシア出身の国際交流員のあゆです。今高知市の総務課で仕事をさせていただいております。高知4年目になりました。よろしくお願いします。高知市役所の国際交流員のモードと申します。アメリカ出身です。今年で高知で2年も住んでいます。高知の一番好きなところは高知のゆるキャラです。そこにある黒潮くんとかりょうくんが大好きです。ありがとうございます。はい、そして本日は素敵な先生をお招きしております。ご紹介いたします。今井太子先生です。皆さんこんにちは。日本語学習教材アドバイザーの今井太子です。今日は一緒に土佐弁を勉強して、そしてもっともっと高知を好きになってください。皆さん頑張りましょう。頑張ります。じゃあ早速始めましょうか。始めましょうか。では第一問題。こんまい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 。おお、早い。ちょっと待って、あれじゃないですか。まいって米？それですか？はい、では違うわ。ちょっと気が取り直す。他の2名はどうですか？じゃあ、アンさん。本当にという意味ですかね。なんかほんまにちょっと発音が似てて。これです。うるさい。確かに。丸？近づいてきたかもしれないね。はい。小さい。お。小さい。初めて聞きました。先生ごめんなさい。解説の方をお願いします。はい、形容詞です。小さいです。じゃあ次行きましょうか。行きましょうか。第2問目お願いします。これは大阪弁知ってる人でしたらもしかしたら知ってるかもしれません。聞いたこと似てるんですか？はい。はい。では、どうぞ。2問目はカマン。カマン。これをわかるんです。はい、私は。世界行っちゃっていいですか？はい。どうぞ。構わない。お。イエーイ。早かったね。一応大阪で住んでたことがありましたので。そうだよね。あやさんそういえば。ちなみに他の2人はこのカマンっていう言葉は知ってますか？私がよく、職場で目上の人からなんかカマンカマンとか。カモンじゃないです。はい、意味は2つあります。で、1つは構わないの必要ないの意味ですね。そしてもう1つは、許可を表してもいいですかの意味があります。ですから2つということで覚えてください。では続いて第3問目。だれた。だれた。はい。だれた。だれた。何でしょうか。
何がおー疲れたとか。エミさんの言い方で。私の言い方すみませんヒントあげすぎたかなじゃあ今井先はい生、解説の方お願いします。はい、まさしく疲れたですね。はい、正解です。はい、さあということでここまで3問答えていただきましたけれども、なんとエミさん、はいここまで答えてもらった単語はですね、はい初級でございました。初初級ですよ。ここからは上級編に移りたいと思います。まあ上級編に入ったらね、グループ1からグループ2に移したいと思います。ではグループ1の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では今から土佐弁クイズで出てきた言葉を復習しましょう。こんまい。こんまいは小さいです。形容詞です。こんまい犬。小さい犬。こんまい子供。小さい子供のように使います。病気で痩せてこんもうなっちゃったよ。病気のせいで痩せて小さくなっていましたのように使います。我慢。我慢は構わないです。これには2つ意味があります。一つは許可を表すてもいいです。ここに座っても我慢？ここに座ってもいいですか？我慢よ。はい、いいですよのように使います。もう一つはいらないという意味です。店でいくつか出された商品を見て、これは我慢、これはいらないと言います。だれた。これは動詞だれる、疲れるの過去形です。おーの今日はしょうだれたちや。まあ今日はとても疲れました。強調してだれこけた、だれこけ果てた、疲れ果てるとも使います。これであなたも土佐弁マスター土佐弁クイズ上級編。はい、皆さんお待たせしました。土佐弁クイズ上級編でございます。引き続き司会進行をやります高知市役所国際交流のメルムと申します。よろしくお願いします。引き続き、高知県文化国際課のエミです。よろしくお願いします。はい、そしてグループ2の皆さんです。はい、では、誰か自己紹介の方をお願いします。皆さん、大家好。中国出身の高知県庁文化国際課の CIR です。高知に来たのは今年の5月です。高知の一番好きなところは桂浜です。私は出身は中国の内陸の方ですので、あんまり海を見るチャンスがなくて、海のことが大好きです。よろしくお願いします。はい。なんかグループ1にもあなた来ましたね。また参加しても構わん？我慢よ。インドネシア出身の国際交流員のあゆと申します。私が高知の文旦が一番好きです。よろしくお願いします。高知県庁文化国際課の1年目ですけど、高知にいるのは5年目。4年間は三原村に働きました。トーマス・キャノと申します。私の一番好きなところ、高知だったらは静けさ。高知はかなり静かで安全だと思いますので、すごく住みやすいので、はい、よろしくお願いします。そして、引き続き土佐弁を教えてくれます今井先生です。先ほどに続き日本語学習教材アドバイザーの今井妙子です。さっきよりもちょっ
と難しい土佐弁を、勉強していただいて、もっともっと高知を好きになってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シンさんとか1年目なんですけど、どうですか、自信の方。なぜ私は上級に来ましたか全然わからないですけど。まあ、ぜひ正解できるように皆さん頑張っていきましょう。頑張ってください。で頑は、張ります。早速1問目に入りたいと思います。はい、はい、1問目はチッタチチッタ。チッタ。はい。おお、早っ。シンさん。落ちた。なるほどね。どうですか、エミさん。ブー。はい、ブー。はい。もう面白い発想です。うん、そうそうそう。あゆさん。なんかこれ絶対違うと思うんですけど。どうぞ。チッ動物の。動物の。タすいませんでした。いやでもいい方向、はいいい方向。はい、トーマさん。じゃあ小さな小さな。ああ、惜しい。そう。惜しい。あ、どうでしょう。今井先生、なんかヒント。はい。チッターわかるかい？少しでもわかりますか？すごい。いやアニさん強いです。さあ、こういう勢いですね。じゃあ、すみません、今井先生、解説の方お願いします。少しはです。少しは。うん。ああ、少しは。トーマスさんチッターわかっちゅうろ？ちったわかっちゅう。今ウィンクした。なんか言いながらウィンクした。あ、次行きましょうかね。はい、次行きましょうか。じゃあお願い。はい、次は、2問目。マギル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 。おお、はいしんさん。マジで。あその若者の言葉ではないかもしれない。ああ、あいさん。紛らわしい。紛らわしい。私も紛らわしいと思ったから。ああ、なるほどね。ヒントちょっとねもらいましょうか。もらいましょうか。これはちょっと。はい通路があります。はい。荷物があります。はい。マギルキこんなところに置いとかんとって。邪魔。おお。これぜひ今井さん解説の方お願いします。これは邪魔になるですね。邪魔になる。やはり上級ですから難しいですね。頑張ってください。いいです。は最後ですね。はい。いきます。3問目。ダキナ。ラキナ。はい。おお、早っ。あいさん。い。だからか。だけな。どう。綺麗。ああ。ね、まあ。あいさん。それでヒントを要求するんですね。これ形容詞です。はい。形容詞。ああ、あいさん。嘘。嘘。これは。すごい。すごいというかなんか信じられない。だって全部あゆさん正解してる。そうですよね。すごい、全部正解。すごい、本当にすごい。ですから、物事をきちんとしない、例えば正しく正確にしないということで不潔だ、汚いという意味にまで入ってきます。少し分かりにくい言葉だと思います。素晴らしいです。あゆさんも殿堂入りということで。そうね。もうチャンピオンですからね。チャンピオン。これで塗装弁マスターじゃないですか。もうそうですね。はい。はい、さあというわけで短い時間でしたけれども、この辺で、土佐弁クイズを終了したいと思います。土佐弁をいっぱい使って、そして、高知の人ともっと仲良くなって交流を深めていくきっかけとなったら、嬉しいなと思います。とりあえず土佐弁を使ってみや。使ってみんや。ありがとうございました。ありがとうございました。チッター。チッターは少しを表すちっとと助詞の和の音声が一緒になったと言われています。ちっとはチッター。チッターわかったかね。少しはわかりましたか。チッター食べや。少しは食べてみませんか。
のように使います。紛る。これは動詞で邪魔になる。何かがうまくできないようにすることです。子供にこんなところで遊んで紛られん。向こうへ行っちょき。こんなところで遊んで大人の邪魔になってはいけません。向こうへ行っていなさいのように使います。また、通路へ荷物を置いたら紛る気のけて。通路へ荷物を置いていたら邪魔になるのでどけてくださいのように使います。抱きな。これは形容詞です。物事をきちんとしない、汚い、だらしない、適当なの意味で使います。あの人は抱きな人やね。あの人はきちんとしていなくてだらしない人ですね。ここはうんと抱きなき使いとうない。ここはとても散らかっていて汚いので使いたくないです。本を抱きにしたらいかん。本を適当に使わないでくださいのように使います。皆さん、高知の人と土佐弁で話してみて。皆さんが使うてくれたら高知の人はうんと嬉しゅうなるき。頑張って使うてや。お願いします。チャンネル登録はこちら。よろしくお願いします。